完全に囲まれた。こうなったら私の敵を引きつけるから、その隙に逃げて。午後10時、港に船が来ることになっている。大丈夫。あなたは必ず日本に送り届けてみせる。時間がない。早く行って。私は死なない。この仕事が終わったら渡したいものがあるから。だからあなたも死んじゃダメ。これが私の孫一としての最後の戦い。これより採火を開始するよ。噛んでない。あっ、潜入戦闘訓練シミュレーションは失敗。結局また見つかって火力制圧、いわゆるゴリ押しをする羽目になった。やはり単独で行う任務より達成率が若干低くなる傾向がある。若干。現役時代はこんなこともなかったのに、これは分析が必要。今も現役だった。これはサーバントになってからの話。若干、少し、わずか、ちょびっと。だけど、採火の棟梁的には許されないブレ幅。原因を解明しておく必要がある。こういう時は、まず己を顧みろとの採火の教え。任務の前日は、お肉を食べて早く寝たし、体調も万全。特に問題行動は行っていない。偉い。もしや、お肉を食べ過ぎて、積載量オーバーになっている。でも朝、体重計に乗ってみても変化なし。正直、もう少し身長は欲しいけど、サーバントだし、これ以上は望み薄。話がそれた。自身の性能ではないとすると、それ以外の要因、となると。確かに、それはあるかもしれない。でも変。護衛や救出の仕事はそれなりにやってきたし、他の仕事に比べてミスが多いということもなかった。ということは、もしかして、違いは。おかしい。急に体調が急変してきた。ごめんなさい。話はまた後で。痛い。転んだ。転んでない。足がもつれただけ。とにかく、また後で。昼間はごめんなさい。でも、来てくれてありがとう。戦闘の訓練じゃない。ぐいぐい来る。ストレートに言われると、出しにくくなるけど。これ、チョコレート。今日はバレンタインデーだから、チョコをあげる日。
みんなにそう聞いたから。でも、脈絡なく渡すのも気が引けるから、シミュレーターの訓練にかこつけたはずが、失敗した。うまくいかない、世の中は。そう。よかった。うまいこと言ってる、かも。実は、誰かに贈り物をするのは初めて。みんなのいるところで渡すのは恥ずかしいから、シミュレーターを利用した。ちょっと腰抜け。私は小さい頃、災禍に拾われた。災禍の子になって、災禍の兵士になって、そして、災禍の棟梁になった。戦うことは別に苦じゃなかった。先代には、才能があるって言われてたから。里の子に、髪の色でいじめられたりもしたけど、そんなの、飢え死にすることに比べたら、どうってことない。しつこい奴は、顔が変形するまで殴ったらおとなしくなったし、好かれようとも思ってなかったし、誰かを好きになることもなかった。災禍の子でも、結局、私は偉人の子。他の子とは違う。でも、災禍の里は好きだった。夏にはホタルが綺麗で、夜は一人で川辺で寝てた。だから、災禍の里のために戦うなら、それでいいと思ってた。ご飯も食べられるし。言われた通りに戦って、誰よりうまく戦って、誰より強くなって、そして、災禍は滅びた。だから、普通の生き方なんてする暇もなかったし、しようとも思わなかった。今までは。でも、ここに来てから、カルデアに来てからは、とても楽しい。髪の色の違いなんて、些細なことだって分かったし。やっぱり自分の髪の色、気にしてた。あなたは気にしてなさそうだったから不思議だったけど、ここにいたら、そうなるのも納得。あなたは、それ以前の話かも。不思議。話はおしまい。私は頭が良くないから、なんだかうまく言えなかったけど。そう、お礼が言いたかった。私をここに連れてきてくれて、ありがとう。お互いありがとう。そういうの、急に言わないで。これ、ホタル。シミュレーターなのに、気が利いてる。チョコ食べてみて。実は割と自信作。いつか私にも大切な人が見つかる。師匠、また適当なことを言ってる。そんなこと、あるわけない。
そんなこと